アマロと合流した後、彼は保証書の現状を正確に予言した。応援メッセージを返さずに解決されました。ここの会話も後ろのホイッスルに異常に伏線を埋めています。保証劇につく。最初に海域隊を派遣したのはサリーです。多くの人は主人公たちがナツサを探すのを忘れたのではないかと疑問に思っています。実は違うんです。サリーが様々な任務に積極的に参加しているのは、様々な地域に行って問題を解決します。自分を鍛える以外は、学識を豊かにする。自分の兄を探すために、自分で探索するエリアだけが十分大きいです。ナツサに会う可能性があるんです。ウィラに着いたばかりの時、シャゾの行方を推測していました。あるアビスの領域に閉じ込められているかもしれない。それからサリーは灰色の領域に特別な心を持ちました。主役がナツサを探したいかどうかは分かりません。でもサリーは兄を見つけたかったんだよ。特筆すべきは正式服の階段が正常になったことです。テスト服は寒いようですね。ホイッスルに着くと、ドアを開けるとウコメと海域隊が見えます。じゃあドアが開いていない時は中。一体どんな状況なのでしょうか。しばらく前に、基地局防御力場は閉鎖されます。攻撃されました。力場は遠隔で閉じられています。ホイッスルは先に襲われたはずです。スハハから紹介所に着いたのを知った。まだ半日しか経っていない。どうして私はこんなに時間が気になるのですか？安全な部屋の状況で、中には卵や藤がたくさん入っています。もしこれらがしばらくの間に起こったのなら、海域産卵のスピードが速いのは恐ろしいということです。しかし卵を産む時間として測定すると、ホイッスルが襲われるのは長い間しかできません。これは現在の情報と反論しています。このことからわかる。海域体の生産過程は思ったよりずっと早い。ドアを開けた瞬間に、海は殴られている。ドラマと同じように、演技に頼っている。今のカラスコメの動向に注意してください。奇妙な光があります。この時後ろについている状態だと説明しています。残念ながら主役は背を向けてクールなことをしている。後ろの人も遅れています。そうでなければ気づくことができる。でもリンヤはすぐに彼女を疑い始めた。イェモンガは実行者の仕事のルールを過小評価しています。でっち上げの理由は通らない。攻撃された最初の時間処理方法は報告することです。自分で処理するのではなく、ではどうすれば良い理由を作ることができるのでしょうか。海の話を聞いてみて。海、さっき何があったか覚えていますか？私は練習していたのに、練習。いや、パトロール中だ。パトロール。リンヤは他の人がどこにいるか尋ねた。イエーモンガはもう一度ミスをした。サリーに下の海域体反応を見つけられた。この時の海は信頼を失っていた。隠れ家が発見された。ここに卵がたくさん見えます。植生もあります。制作者が素材をコピーしているのか気になりますね。それとも海域体産卵にも植物が伴うのでしょうか。まさか隠れ家に自分で草が生えているわけではないでしょう。前に推測したように、事件はスハハが会議を盗み聞きしたことから始まったと仮定する。ここの配置はあまりにも違和感があります。隠れ家は何日も経ってこうなったような気がします。でもストーリーから見ると全てのことがあっても半日しかありません。基地局は当日に破壊されるに違いない。そうでなければイカロスは戻ってこない。唯一不確実なのは紹介所の占領時間です。隠れ家から見ると、時間は数日が過ぎたようだ。占領後に、海域隊は依然として通路の運転を維持している。これは明らかに不合理だ。私たちが見ている唯一の光景は、本当に半日で作ったんです。これからも海域体の繁殖速度に驚く必要はありません。巣を作るスピードはとんでもないほど近づいています。中のスタッフが包まれていました。この形も卵に似ています。しかしテスト服にはこのエネルギーはありません。だから公式が何を表現したいのか悩んでいます。安全屋の海域体も人が点火したのですか？でもそうなら儀式上は意味がない。そしてレビリアの点火はどうやら人の形だ。ここは直接強化者になったのでしょうか。私は2つ目の可能性の方が好きです。単純に監禁されているだけです。スタッフは救助された後、昏睡状態にあるだけです。海域体はなぜ生き口が残っているのですか？考えられる理由は情報を得るためです。犯人を拷問するように。ブレードメインは夢を通して情報を得ることができます。なぜ夢なの？アビス関係者は夢を見るのが好きだからです。海が保証システムを操作できる理由も説明されています。明らかにこれはスタッフが教えたものではありません。特別な方法で手に入れたのです。アビスも知恵を持っていることがわかります。彼らは学習によって進歩することができます。エリが海域体を探査できることに驚きました。ちょっと事故だったんじゃないですか？海域体にとっては偽装を見破るのが怖いんだから。でもサリーが彼女に気づかなくてよかった。リンヤはこの時また穴を掘った。紹介所のシステムには権限設定があります。実行者には操作権限はありません。でもリンヤは海にやらせた。彼女はやった。これは彼女にはすでに権限があるということだ。あるいは彼女は鍵をしている。一度だけシステムを操作したことはありません。これで答えは明らかになりました。海と襲撃事件は関係が抜けない。ホイッスルと基地局が同時に襲われたとリンヤは言った。これは確かに半日以内のことであることを確認しました。目的はインナスとのつながりを断ち切るためです。スハハが会議を盗み聞きしたことも証明しました。でもそう考えると怖いです。彼女はなぜそんなことを知ったのですか？主人公たちがインナスに行くことを知っています。彼女は誰かを攻撃させたわけではない。直接通路を切ったんです。スハハは人間界の科学技術をよく知っているということです。基地局でさえ中継局です。紹介所は防御力場を制御している。海域体の浸透がどこまで来ているかがわかる。海域でなければスハハを救うのを急いでいます。鏡はとっくに陥落しているかもしれない。でもそれも気になります。どうしてこのゼンメスはインナスに手を出さなかったの？京都を攻撃していたのでしょうか？
その間に起こる唯一の変数は行方不明のナツサです。ナツサは何か秘密を持っているのではないでしょうか。海に連れられて沼に来ました。沼の生態環境は少しとんでもないです。この生態循環の中で、収益が最も大きいのは海域体です。私は灰色域体が生態研究所を襲った目的を疑っています。海域体が住むのに適した環境を作るためなのだろうか。ウには手分けして行動することを提案した。人員の分配を見てみましょう。夜は左右の基地局を担当している。そして主役は、ナミとウには一番遠い基地局です。これは格好撃破に適している。今の2人の小さな目つきに気をつけて。これからはストーリーの中でこのようなを見るだけで、ストーリーに鬼がいるということだ。そしてここで10分近く登りました。なぜでしょうか。山を降りる道を探しています。これも今回の地図に不満なところです。今回の沼は多くの線路が切れています。簡単に言えばキャリアでは到着できません。アナツは地図の環境がどんなに複雑であっても、人が到達できる地域では、道路輸送機が動いています。でも沼の地図ではできません。ここにいるスタッフに同情してしまいました。毎日出勤するのは登ることと様々な元気で飛ぶことですか？道というもの。プレイヤーは行かなくてもいいです。でも地図がないわけにはいきません。これは没入感を破壊する。公式は今後の制作でもこの点を重視してほしい。まずプレイヤーに知られなければなりません。この世界に住んでいる人はどうやって生きていますか？そうすればこの世界は真実になる。鏡にも袋小路があります。これは極力避けなければならないことだ。世界は十分に真実でなければならない。これらの詳細は欠かせません。最後には崖を飛び越えて任務を達成するしかありません。道に糸の罠が現れ始めた。言うまでもなくこれはイエモンガドの傑作に違いない。罠の領域を通過する。ここは上空を行けば大丈夫です。やっと3番基地局に来ました。ここはもう襲われました。記録によると、カラスマイはここに来て長い間当番をしていた。最終日の記録はここの記述に注意してください。4人の機械警備員を同行させます。ここでも4人の死体が見つかります。しかし1番基地局だけは3人の死体しかありません。最後の機械警備員はどこに行った？ここの青いスクリーンを見てください。順序が狂った。なぜこんなことをするのですか？後でお話しします。でも確かなのは、これはパズルができます。それぞれの六角形はパズルです。興味のある方は試してみてください。基地局さんの送信機の状態は深刻な破損です。私たちが出かけた時、糸の罠がまた現れた。2番基地局には現れませんでした。罠は確かにイエモンガレブのものだということです。天竺の口から防御力場が遠隔閉鎖されていることが分かった。基地局の頂上にジャンプすると上のアンテナ建物が発見されます。もう曲がってしまった。内部が襲われただけでなく、外部も破壊された。次は2番基地局に行きます。誰かに尾行されていることがわかります。こっちの黒い影はちょっとバカだ。自分的にカードしました。攻撃は直接貫通します。灰色域体は私たちを密接に監視しています。それができるのがスバです。普通のストーリーはこのようです。だからここの罠は意味がないわけではありません。しかしほとんどの人は任務を急いでいます。小さなことには気づきません。ここは追悼戦を手配しています。後続の攻撃のための下敷きになったのは、イエインガンドに報告したような気がします。カラスマイはその隙に道を走った。ここの戦いはちょっと面白いです。キヌイトは体に巻きつけることができる。しかし役割は不明です。コピーを入れると強力なデバフになると思います。戦いの後、天狼は看板を出した。いろいろな植物のサンプルを採取する絶好の場所です。私は何度も走ってよく熟していました。お芝居ですね。ついてきて。オスカーには金の借りがあるんだ。基地局2送信機も完全に破壊されました。ここのスクリーンに注意してください。青ではありません。赤になりました。外に出ると頂上のアンテナも壊れていました。私たちはストーリーに関わらず、基地局に来て頂上のアンテナは完全になっていました。1号基地局の疑問点は以下の通りである。1つ目は上のアンテナがいいです。何か情報を受け取ったかもしれないということです。2番目、4人の機械警備員は3人しか見つからなかった。1人が逃げたということです。3つ目は、ここの送信機は破壊ではなく停止されています。誰がここの装置を消したのですか？ 4 つ目は画面の表示です。いよいよこの画面をお話しします。ざっと見るだけなら、乱雑な信号です。でも長く監視していれば、文字が表示されています。この上の内容を解析するために、風ちゃんは群れの中の当学者の助けを見つけた。メルミンの素晴らしい人の助けに感謝します。最近彼にたくさんの時間を邪魔した。一緒にたくさん議論しました。我々の方法は以下の通りである。まず画面をスクリーンショットします。そして40に分けます。順番はどうなっていますか？これは3番基地局の青いスクリーンによります。青いスクリーンの順番は赤いスクリーンの順番です。でも残念です。この案は失敗した。スクリーンショットは正六角形を作ることができません。パズルがあまりにも的外れだ。そこで2つ目の方法に変えました。赤い画面の情報を直接分析します。よく見える字は以下のようなところがある。避難、演習、すなわち、強い、出会う、人、遭遇。ボド、麻痺、溶け、きつい。順、はい。調べる。大体判断できるという意味は、標的に出会う。緊急避難しろ。今回のパズルはとんでもない。点滅しているだけでなく、そして字が重なっています。中にはまだ多くの内容が欠けている。基地局の襲撃と関係があると推測しています。興味深いことにこの手紙の出所は、これはインナスからの援助の手紙かもしれない。
この展開は見覚えがあるのではないでしょうか。歌人事件の最後に残った会話。後続のシナリオの開始点となる。ここもそうではありませんか。完全な内容は新しいストーリーを待つしかない。サイト攻撃の前にインナスの救難信号が届いたと思う。助けを求める内容を詳しく説明します。でも推測してみましょう。浄化、何を浄化しますか？演習。誰が演習していますか？標的に遭遇する。その戦いはどこですか？次の映像を見ればわかります。これがメインラインの次のストーリーになります。ちょうど助けを求めることにも対応できます。ストーリーの展開次第です。ここのスクリーンはどうしてこんなに混乱しているのですか？2つの推測があります。1つ目は海域体で混乱していることです。しかし、それにこんなに苦労して、どうして直接破壊することを選択しないのですか？2つ目の推測は画面がもともとそうだということです。暗号化の一つの手段でもあります。正確な解読でしか情報を知ることができない。しかし送信機が受信問題に影響を与えているのは明らかです。情報がさらに混乱してしまいました。大物が興味があったら、1つ目の組み合わせで見ることもできます。まずブルースクリーンを40分割して順番を見つけます。赤いスクリーンを順番に元に戻します。次は海に会いに行くべきです。ここの詳細に注意してください。サリーが攻撃した。イェモンガは無意識に海の体を守った。攻撃をかわした。これはおかしいですね。普通は直接肉順として使うべきではありませんか？どうしてイェモンガは逆に海を守ったんですか？海の大二人格と言わざるを得ません。イェモンガはまだ生きている可能性が高い。ここの変数は主に海が行方不明になってから何をしましたか？リンヤとサリーはなぜ穴の底に現れたの？そのために私は多くのことを考えました。例えば海流域体を追跡して、海が誘拐されたのか。でも否決されました。可能性があるのは私たちが出会った場合と同じです。海の皇帝での叫びが聞こえた。ほぼ同時に到着しました。しかしこれで問題が生じます。イェモンガはなぜ私たちを導いたのですか？彼女は私たちを滅ぼす自信があるのですか？結果から見ると、イェモンガは明らかに私たちには勝てない。主役は言いません。京都そこ回転軸。母親が彼の実力を知らないはずはない。でも穴の底の待ち伏せを選びました。他にも海域体の補助はありません。これは失敗の結果だ。これは少し変わったことです。イェモンガは私たちに勝てないことを知っている。なぜ私たちを連れてくることを選んだのですか？これも一つの手だと推測する。イェモンガは歌詞で潜伏を続けている。だから海の体を守ったんです。最後は叫び声の伏線だ。この音は明らかにトンネル内から聞こえてきた。トンネル内にも何かが待っているようですね。銀岩研究所に戻ります。星が新たな懸念を投げかけた。これは必ずしも第一陣の規制が言いたいとは限らない。でもどうして今まで会ったことがないの？以前から浸透していたら。今鏡はどうしてまだしっかりしているのですか？この海域体は砂漠ではないと推測されます。海底からスハハに派遣されたのかもしれません。もし海域体が本当にアダルト人と手を交わしたことがあれば、枝星全体が現れます。元は終末の命だった。どうして今から中族の危機が始まったのですか？イカロスは研究所に到着しました。彼が帰ってくるタイミングも折よくあった。ちょうど戻ってきた職務です。折薬門が使える場合。これは便利ですね。でもイカロスが帰れないのは偶然なのか。彼は魔客チームの隊長だ。前足が離れたばかりだ。後足スハハが折れて転送されました。彼が離れるのを待つためではないとは言い難い。どんな行動をしますか？スハハはイカロスにも扱いにくいんじゃないですか？その後イカロスもスハハを追跡していたと教えてくれた。魔客隊長の実力は侮れない。でももっと深くなりたいなら、イカロスはインナスの問題に緊張していません。むしろ身を守ることができると言いました。これはスハハにあるのではないでしょうか。イカロスはわざと鏡に戻った。スハハを誘うために行動することです。彼女の居場所を見つけました。海底トンネルのことでも彼は事前に準備していた。道理から言えば荒廃したトンネルだ。誰も気にしないだろう。これに計画がない限り、その後のストーリーはどのように展開されますか？レビリアは私たちと一緒に行動しますか？ウベイの体の危険は除去されますか？魔客正体とスハハの勝負。誰がまた1枚勝ったでしょうか？基地局が受信した救難手紙の具体的な内容は何ですか？枝星人には生存者がいるのではないでしょうか？すべては記念日を待たなければならない。はい、今期はこれで終わります。すっきりしたでしょう。小風に注目する。違う幻の塔を